こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。この度チャンネル登録者様の数が10万人を突破ということで大変嬉しく思っています。ここまでやってこれたのも皆様のおかげです。本当にありがとうございます。で、10万人突破というとこちらですね。銀の盾をいただけるということで今回いただくことができました。でこの10万人を記念して、皆様ともっともっと交流を深めたいと思いまして、ご質問を募集いたしました。たくさんのご質問をいただき本当にありがとうございます。今日はそのいただいたご質問に回答をするという動画を撮っていきたいと思います。最後までご覧いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。まず最初にお料理に対するご質問から回答していこうと思います。はい、では1つ目の質問です。料理上手になるにはどうすればいいですか？これのお答えは何か一つ自分の好きな料理を得意料理にするというのが私の答えになります。例えばカツ丼が好きとかすき焼きが好きとか、それだけは自分の好きな味に持っていけるように練習するっていうことをお勧めするんですね。一番最初はレシピサイトを見てその通りに練習してもいいと思うんですけど、でうまく作れるようになってくると、本当に私が好きな味にするにはお砂糖をもうちょっと増やそうとか、お醤油をもうちょっと減らそうとか、そうやって一つのお料理の中で自分の舌に合った味に近づけるっていう練習をすることによってお料理の腕がぐっと上がるので、幅広くもう中華もできます、和食もできます、何もできますっていうのを目指すのではなくて、一つのお料理を突き詰めた方が腕がぐっと上がるので、それを本当にお勧めしています。はい、次はいくつかのご質問をまとめて聞いていきます。お母さんはどうしてそんなに料理が上手なんですか？なぜ食に関するいろいろなことを知っているんですか？食に関するお仕事をしていたんでしょうか？料理の修行とかをしていたんですか？子供の頃から料理を作るのが大好きだったんですね。で大人になってからは食べ歩きが好きで、あと私は母親を早くに亡くしていたので、年の離れた妹がいたので、20歳ぐらいの時からかな、 OL として働きながら主婦業もしていました。でそういう食事を作るということに慣れていたっていうことが大きいですね。で食に関する知識は昔からとっても食いしん坊で、食べたものを自分で再現するっていうのが好きだったんですね。仕事とは関係なかったんですが、とにかく忙しく働いて残業も多かったので、外食や会食が多かったんですね。でそういう場所で美味しいもの、今思えば贅沢なものも外食で食べていて、そういうのが勉強になったっていうこともあると思います。ということで、特にお料理学校に通ったり修行したりということはないですよ。では次は献立に関するご質問です。私はいつも3日分の献立を立て買い物に行くのですが、苦痛で仕方がないです。思い浮かばないととりあえず当日分の献立しか立てず買い物に行き、翌日また買い物をしてお金をたくさん使ってしまったと落ち込むことがあります。お母さんなりの献立の作り方のコツを教えてください。毎日献立を考えてお買い物に行くだけで1時間ぐらい過ぎてしまいます。毎日どうやって献立を考えていますか？そうですね、これは食事を作る人の永遠のテーマかもしれないですよね。この大前提として私はメニュー名のある料理にはこだわらないということをお勧めしたいと思います。今日はハンバーグ、明日はカレー、明後日は鮭の塩焼きと豚汁みたいに考え方をすると、メニューを1年365日分考えるなんて本当にそれは無理だと思うんですね。ですのでそういう考え方はもう捨ててしまって、あるもので適当な、例えば残ったキャベツの千切りに人参の千切りを合わせて塩炒め、それにウインナーと目玉焼きを添えるのがメインで、あとはご飯と味噌汁だけですよみたいな、メニュー名のないものでも立派な食事なんだっていうふうに考え方をシフトするといいと思いますね。で買い物に行く時にですね、今日の夜の分は何々って決めていていいんですけど、その他はよく使う食材を購入してくる。例えばキャベツだったりきゅうりだったり玉ねぎだったり人参だったりっていう、自分がよく使う食材って多分自分でわかると思うんですね。
で使い慣れた食材を買うっていうことは食材を使い切るっていうことにも結びつくので、ぜひそういうふうにあまり悩みすぎないでゆるくやっていくっていうのがおすすめですね。もう一つ提案するとしたら、1週間のおおよそのルーティンを決めるっていうのも一つの方法だと思うんですね。先ほど言ったみたいに1日だけ決めといてあとは適当にって言われても、いや適当って言われても困っちゃうんだよねっていう人も多いと思うんですね。でそういう方はざっくりとしたルーティンですね。例えば月水金はお肉にしよう、火木はお魚、土曜日は買い出しの日にして夕ご飯は買い出しの途中で買ってきたお惣菜にしちゃおう。であとはご飯と味噌汁をつければいいやとか、スパゲティ茹でればいいやっていう形にしておいて、で日曜日はフリーの日で外食するかもしれないし、残った食材を食べちゃう日にするかもしれない日っていう感じでざっくりとしたルーティンを決めておくっていうのも一つの方法ですね。で最後のご提案なんですけれども、ご飯と汁物を基本にするっていうことですね。それがパンとスープでもいいんですよ。で基本はそういう主食と汁物にしておくっていうことですね。でご飯と味噌汁があれば、あとは変な話、買ってきた惣菜を買ってきたキャベツの千切りと合わせてパッと1食分にしちゃうっていうのでも大丈夫だし、納豆だっていいですよね。別に夕飯だからって素晴らしい料理を絶対に作らなきゃいけないってことはないので、目玉焼き焼くだけでもいいですし、そういうゆるくやっていくっていうのがポイントだと思いますね。でこれ今まで言ったことないと思うんですけど、私はお味噌汁を作る時に必ず3品入れるんですね。豆腐とわかめと長ネギとか、じゃがいもと人参と油揚げとか、ほうれん草と油揚げと卵とか、必ず3種類の具材を入れるようにしてるんですね。ボリュームのあるものじゃなくていいんですよ。本当にあり合わせのものでいいんですね。でも必ず3種類入れるっていうことで、味のバランスと栄養のバランスと、それから味噌汁一つでも一品になるっていう立派なおかず感が出るので、私はそういうような形にしています。はい、では次は家族に好評なレシピトップ3を教えてください。はいではお答えください。はい、では、家族を代表して回答させていただきたいんですが、とても3つには絞れなかったのでいくつか答えさせていただきます。まず1番に上がったのが煮込みハンバーグこれはいつ何時出されても本当に家族みんなが喜ぶお料理です。でまたこれはお母さんのレシピがすごくよくってこのレシピだよって言われた通りに作ると必ずすごく美味しくできる再現性の高いレシピなので、これは作るのもとってもおすすめです。で2つ目がビーフシチューです。ビーフシチューっていうとすごく手の込んだ料理っていうイメージがあるかと思うんですけれども、あっという間に作っちゃうのにものすごく美味しい、もうなんか3日煮込んだお店のレシピみたいな、なんかそういう深みのある美味しさになるので、こちらもレシピ出てますので、ぜひよかったら動画ご覧いただければと思います。すごくおすすめです。あとはやっぱり大定番唐揚げですね、お母さんの唐揚げって甘さがすごく強めなんです。でちょっと濃いめの味が食欲をそそる、そういう唐揚げでとっても美味しいです。で続いてメンチカツ、もうこれは伝説のメンチカツですね驚くほど軽くて肉汁がたっぷりでサックサクで、臭みなんか全く感じない、もう奇跡のメンチカツって私は呼ぶくらい本当に美味しい。これはもう大好評ですね。お赤飯、これはお母さんのお赤飯を一度食べたら他のお赤飯は絶対に食べられないっていうくらいもっちもちで甘さがあって、お赤飯という概念が覆されるようなとってもすごいお赤飯なんですが、これもまた作るのが簡単で、どなたのご家庭でも炊飯器で作れるようなレシピなので、ぜひ見ていただければと思います。豚ごぼうおこわ、これもよくお母さんが作ってくれるお料理の一つで本当に美味しいです。これもレシピ上がってますあと実は一番得票数の多かったというかみんなから激推しだったのが、ポテトサラダ。そうだね、これも本当に動画見てる人全員に食べてもらいたいっていうような、レシピ上げてないよね。上げてないか、取り急ぎ撮影させていただこうと思いますこれはもうね本当に素晴らしいです。ということですいません、ちょっと熱くなっちゃいましたよかったです喜んでいただけて何よりでした。
次の質問に行きます。ご自分で作った料理で一番好きなメニューは何ですか？さっき言ってもらった家族が好きなメニューも自分自身も好きな料理なんですけど、人が作った料理であまり美味しいと思ったことがなくて、自分が作ったならこれは美味しいと思うっていうのが一つあって、それはおせち料理。そうなんです。おせちすっごい美味しいです。珍しいよね。子供の方からお正月におせち料理作らないのってリクエストが来るって、普通みんなあんまり美味しくないとかって言うんだけど、で私も今年はもういいかな作んなくてっていう年もあるんだけど、絶対にやっぱ作っちゃうよね、リクエストがあるから。だから自分で食べても美味しいし、このおせち料理かな、唯一こう選ぶとしたらそんな感じですね。お母さんの一番好きな食べ物は何ですか？ね、範囲がとても広いので何って言われたらお米私はやっぱりご飯が好きなんですよね。でさっきもお赤飯とか豚ごぼうコアっていうのも出てたんですけど、お米が好きなので一番好きな食べ物と言ったらお米です。お母さんの忘れられない味は何ですか？これはですね、父が作ってくれた天ぷらですね。私の父はもう亡くなってるんですけれども、釣りがとっても好きで、川釣りに行ったり海釣りに行ったりして、お魚をよく持って帰ってきてくれたんですね。で持って帰ってくると自分で天ぷらにあげたりお刺身を作ったりってこう調理までしてくれて、その父が作ってくれた魚の天ぷらっていうのがすっごく美味しくて、なんかそういろんな魚の天ぷらっていうのが食べれたのが、父が釣ってきた新鮮なお魚があったからこそで、思い出とともに忘れられない味といったら父が作ってくれた天ぷら、魚料理ですかね。お母さんの韓国料理好きは何かきっかけがあったのでしょうか？ドラマで出てきた料理が美味しそうだったなどでしょうか？はい、その通りです韓国ドラマをよく見るようになったっていうのもきっかけの一つですね。で韓国ドラマが好きになったので YouTuber さんで韓国の情報を出している方もたくさんいらっしゃるので、そういう方のチャンネルを見てるうちに韓国料理に親しむようになって、でその後新大久保などに行くようになって、再現で自分で作ってみたいなと思うようになったり、その頃あんまり新大久保にもなかったんですけど、よく韓国ドラマの中でジャジャー麺をお箸で混ぜて食べるシーンとかっていっぱい出てきたんだけど、そういうのも見たことがなかったので、韓国中華のお店がほとんどなかった時期に、じゃあどうやってって思ったら自分で作ってみようってなったりとか、そういうのがきっかけだったと思いますね。はい、次のご質問です。はい、会社に持っていくお弁当用の豆知識や時短レシピ等はありますか？あったら動画にしていただきたいです。はい、リクエストありがとうございます。確かに今までお弁当レシピという枠で動画を作ったことがなかったですよね。ぜひ今度作ってみますね。お待ちくださいね。現在出ている動画の中でお弁当に活用できるレシピもありますので、よかったら概要欄からチェックしてみてくださいね。ちなみに私が一番好きなお弁当は崎陽軒のシウマイ弁当です。仕事をされていた時、どんな作り置きをしていましたか？はい、本当に地味な切り干し大根の煮物やひじきの煮物、あと春雨サラダやマカロニサラダとかですね。でもたっぷり1週間分作ったぞって思うんですけど、なぜかすぐになくなっちゃうんですよね。食べられちゃうんですよね作り置きかみたいな作り置いておけない作り置けないでもレシピとしてはそういう結構ありきたりなものが多かったですね。すいませんでした、たくさん食べてしまって大丈夫ですよ。美味しくてね、美味しくてついつい食べ盛りの家族がいますが、そうめんにしたい日に他の献立にお母さんなら何を作りますか？そうですね、私ならおそらくそうめん自体にボリューム感のある具材を乗せておかずとそうめんの一体化をしてしまうと思います。例えば鶏のささみや揚げたおなす、野菜の各種のものをたっぷり乗せてそうめん自体がおかずになるような形にしちゃいますね。
で食べ盛りのお子さんがいらっしゃるっていうことなので、それプラス食べ盛りの子供には梅干しや昆布の佃煮なんかを混ぜ込んだおにぎりを添えたりとかして、主菜の方とそうめんと、両方とも食べやすい感じにして出すのがいいかなと思いますね。キムチの活用法を知りたいです。はい、キムチの料理ですね。了解です。豚キムチ、キムチうどん、キムチ餃子など今までも、キムチを使ったお料理って結構動画にしてるんですね。これも URL を貼っておきますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。お母さんは風邪をひいた時どんな料理を食べますか？まずお粥ですね。よっぽど具合が悪いともう食欲もなくなっちゃうので、やはり白いお粥になっちゃいますね。で、肝は自家製の梅干しなんですね。具合が悪い時食べる時っていうのは買ってきた梅干しだとどうしても受け付けないんですよね。で、自分の作った塩と赤じそでだけつけた梅干しっていうのがやっぱりぴったりきて、それが一番嬉しいかなっていう感じですね。つわりでしんどいですが、さっぱり簡単で美味しいメニューはありませんか？こちらですね。多分お急ぎだと思ったので、先にインスタの方にいくつか今まで作った動画からピックアップしたメニューを載せてあります。こちらの YouTube の方にも、URL を貼ってありますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、次のご質問は飲み物に関するご質問です。暑い季節の飲料に困るので対策はありますか？夏場など麦茶とか飲料はお作りになりますか？お茶系ですね。紅茶とか緑茶とかコーヒーは私は水出しにしてるんですね。で、水出し用のポットを持ってるので、それで水出しで、飲み物を作ったりしますね。で、ほうじ茶だけは煮出して冷やしています。で、ほうじ茶はとても飲みやすいので夏場にぴったりなんですけれども、わざわざ買ってくるって結構大変だと思うので、そういう時に古くなった緑茶をほうじ茶にしたりっていうのがいいんですね。で、そのほうじ茶の作り方の動画も上げていますので、よろしかったらぜひそちらもご覧になってくださいね。で、そういうお茶系以外ではしそジュース、梅シロップ、蜂蜜レモン、ジンジャーシロップ、きゅうりとライムのジュースなどなど冷たい飲み物で美味しいものをたくさん今までも動画にしています。よろしかったらそちらも URL を貼ってありますので、ぜひご覧になってみてくださいね。次は調味料に関するご質問です。普段使っている調味料を教えてほしいです。和洋中できればなるべくたくさん教えてもらえると嬉しいです。毎日お母さんの調味料の基本の配合なども教えてもらいたいです。はい、了解です。今まで上げた調味料の紹介動画、URL を貼ってありますので、そちらをご覧いただけると参考になるかなと思いますね。で、今後もまたいろいろと紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。次に食器や調理器具、生活に関する回答になります。はい、ではまず1つ目のご質問です。はい、お掃除道具など何を使っていますか？はい、こちらは基本的に3つですね。自在ほうき、マキタの掃除機、モップ、この3つを一番よく使いますね。で、自在ほうきって一番イメージしやすいのが、体育館のお掃除の時に平たい板に短い毛のついたほうきって使ったことある人多いと思うんですね。あれですね。それからマキタの掃除機は、充電式コードレスですね。モップは普通のホーキーっていうメーカーの濡れた雑巾を挟んでゴシゴシするタイプのモップですね。その3つを中心にお掃除に使っています。次は調理器具に関するご質問です。はい、お母さん一押しの調理器具が知りたいです。逆に使用していまいちだった調理器具も知りたいです。どれか一つってもし選ぶとしたら、吉田金属のグローバルイストの包丁ですね。こちらはもう購入の時から試し切りなんかも含めて、詳しく動画にまとめてあるので、そちらをぜひご覧いただきたいんですけれども、それといまいちだったものですね。今までにたくさんあったはずなんですが、使い勝手が悪かったりデザインが気に入らなくなるとすぐに私は手放してしまうんですね。記憶にあんまり残っていないっていうのが正直なところですね。ですので手元にあるものは常に気に入ったものを使いやすいものにするように気をつけています。
普段使っている調理器具をたくさん紹介してほしいです。調理器具の紹介動画をまた近いうちに新しく作ろうと思います。で、楽天ルームにも愛用品をたくさん載せているんですね。URL も概要欄に載せているので、気になるなっていう方はそちらをまずご覧いただければいいなと思います。ふんわりしたキャロットラペを作りたいのですが、人参をピーラーで薄くして包丁で千切りをしているのですが、指を切ったりしてなかなかうまくいきません。おすすめの調理器具やふんわりさせる千切りのコツを教えていただけると嬉しいです。私はですね、もっぱら千切りの時は千切り専用のスライサーを使っちゃってます。で、今愛用しているのは下村喜販っていう会社のものなんですけれども、千切りとかスライサーとか大根おろしとかがセットになったものを使ってますね。で、千切りスライサーは太めのものと細めのものが2つ入っているので、その2つを使い分けて使っていますね。包丁で切れば一番いいのかもしれないんですけれども、手軽にできるっていうことを、それから時短ということで、もうそれだけで満足して使っています。で、この下村喜販さんの千切りのスライサーの特徴っていうのが、押すだけじゃなくて行って帰って両方こう擦れるんですね。なのですごく時短になっておすすめです。はい、次のご質問は英語でご質問いただいております。とってもありがたいです。英語で読ませていただきます。What is the simple kitchen tool that you thought you don't need but eventually realized that you can't live without? ということで、必要ないと思っていたのに、ある日突然これがないと生きていけないと気づいたシンプルなキッチンツールは何ですかというご質問です。じゃあ私も下手な英語で答えさせていただきます。My favorite cookware is the Zesta grater by Microplane. Also, I don't use it every day. I like the smooth grate that only this grater can provide. マイクロプレーン社のゼスターグレーターということですね。毎日使うものではないんだけれども、ないと困ります。滑らかにすりおろしたいものはこれを使っています。ダイニングテーブルや食器棚などどちらのものか教えていただけますか？またキッチンを含めお家のルームツアーなどをお願いできると嬉しいです。はい、まずダイニングテーブルは IKEA のものですね。で、食器棚は無印良品のものです。とても狭い一人暮らしの住まいなので、何か参考になるかどうかは自信がないのですが、そのうちにルームツアーもしたいと思います。キッチンがとっても綺麗でシンプルで憧れです。お母さんのセンスでしょうか？食器棚もお部屋にぴったりで、設計士さんなど入られていますか？はい、賃貸の小さなマンションですので、設計士さんなどは入っていないですね。なんとなく適当にこんな感じになっちゃったっていうのが実際のところですね。特に何かこだわりがあったとかっていうことでもなくて、強いて言うなら部屋が狭いので背の高い家具は使わないっていうところぐらいですかね。では次にプライベートに関するご質問にお答えしようと思います。では1つ目のご質問です。はい。現在はお仕事を定年退職されていますか？退職後の生活について教えてください。はい、退職はしてるんですが、定年を迎えるちょっと前に退職しました。今は仕事は YouTube とか SNS だけですね。で、じゃあ何をしているのかっていうと、至ってのんびりと過ごしてまして、毎日本を読んだり、サブスクでドラマや映画を見て過ごしています。で、本もほとんど全部 e-books ですね、電子書籍になっちゃってるんですけれども、そうすると目で見てこの本あるとかって分かんないので、このように読書ノートこんな感じでこれ子供用のノートなんですけど、こんな感じでだいたい月に10冊から20冊ぐらい読んじゃいますね。分野は小説だろうがドキュメンタリーだろうがフィクションノンフィクション、エッセイとかも含めてこだわらずにいろんなものを読んでます。で、映画とかドラマもよく見てて、いわゆるネットフリックスとか Hulu とか、Unext とかそんな感じですね。で、それもどんどん見ていくので忘れちゃうので、こんな感じで読書消して映画ドラマみたいな感じにして
キングダム2とかってねで、外に映画を見に行った時はこんな感じで映画のチケット貼ったりして見てますね。今まで就職してこの方退職するまでずっとフルタイムで働き詰めだったんですね。子供が生まれようが、何しようがとにかく働き詰めで自分の時間をのんびり持つっていうことがほとんどできなかったので、今ここに来てやっとこういう時間を持ってたのが幸せだなと思いますね。お母さんはどんなお仕事をされていたのですか？はい、ざっくりと言うと金融関係です。娘さんたちが小さい頃や学生の頃はお仕事をされていましたか？子育てしながらお仕事しながらの家事についてコツなどがあれば教えてください。はい、ずっとフルタイムで働いていましたよ。子育てしながらでしたが、子供も少しずつ成長してくるので年齢に合ったお手伝いをしてもらっていました。それがコツといえばコツだったのかもしれませんね。で、そのお手伝いをしてもらうコツは何かっていうと2つあります。1つは怒らないこと、もう1つは褒めることですね。うまくできないとか気が利かないなとかっていうことで頼むこちらがイライラしたら負けなんですね。何回もやっていればそのうちに必ず上手にできるようになるので、怒らないで褒めながら、やってもらうようにするとだんだん意欲が湧いてきて、これもやろうあれもやろうって思ってくれるみたいなんですね。豚もおだてれば木に登るっていう感じですかねそしてわあすごいねとかありがとう助かるんだよねっていう感じで気を長く持って、褒めながらお手伝いをしてもらうようにしていましたよ。これは子供からしてもすごくありがたかったなって、お手伝いするのが普通のことっていう風に育ててもらったおかげで、今家事をするのが全く苦痛じゃない、これは本当に感謝ですね本当にその年齢に合ったお手伝いっていうのが、例えばちっちゃい時は難しいことはできないけどおもちゃをお片付け一緒にしましょうって言ってやったりとか、あと食べたお茶碗だけ持ってきてちょうだいとかっていう形から始まって、だんだん成長に合わせて手伝っていただくことを増やしていくっていうのも一つの手だよね。でそうやって家事に馴染んでもらって、使えるような人間に育てていくと自分が楽になるということでね、皆さんにもぜひお勧めします。お母さんは何人兄弟ですか？またお母さんのお子さんは何人いらっしゃいますか？私自身は3人姉妹です。女ばっかり3人兄弟ですね。私は長女で次女と三女がいます。子供は娘が2人です。旦那様とは仲良しですか？私は3年前に結婚をしました。出会ってからずっと仲良しだったのですが、なんだか急に喧嘩が増えてきて、あんなに楽しい毎日だったのにしんどいと思う日が多くなってしまいました。これからの人生2人で乗り切れるのか不安でいっぱいです。はい、旦那様とは仲良しですかっていうご質問にまずは答えたいんですが、残念ながら旦那さんはいません昔はいたんですけどねで、喧嘩が増えてしまったっていうお話ですね。で3年ぐらい経ってきてお互いに慣れて本当の家族になってきたからこそ、喧嘩が増えちゃったのかなってお話を聞いて思いましたね。ですので悪いことではなくて、私たちは本当に気兼ねのない家族になったんだっていう、まずは自信を持っていただきたいと思いますね。でじゃあなんで喧嘩になっちゃうのかなっていうことをちょっと私も考えてみたんですね。でその喧嘩の原因っていうのは対他人とであっても対家族であったりとか、例えば子供に対してとかでもそうなんですけれども、思い通りにならないから喧嘩が起こるっていうことが多いと思うんですね。自分はこう思ってるのに相手が返してくれないっていうことでイライラしちゃったりとか、なんでっていう気持ちがあって喧嘩になってしまったりっていうことがとても多いと思うんですよね。ただその相手の気持ちっていうのは聞かないと結局わからないんですよね。たとえどんなに仲のいい夫婦であっても恋人同士であっても、自分以外は他人なんだから、自分とは違うから気持ちって分かってるようで実はちょっとズレがあったりするんですよね。きっとこうだろうとか、あの人はいつもこうだからっ
って思っていても、その時々によって相手の気持ちも変わっているんですね。なので相手の気持ちを聞くと解決の方法が見えてきたり、あるいは無駄な喧嘩をしなくて済んだりっていうことがあると思うんですね。そこから始まって、理解が深まっていけば喧嘩もだんだん少なくなってくると思いますね。あと意外に自分の気持ちが実は分かってなかったんだなっていうこともあるんですよ。で、なんでこんなにイライラしちゃうのかな、なんで相手の言葉のあそこに結構ぐさっときちゃったのかなっていうのがわけも分からずイライラしたり、わけも分からずカッとなっちゃったりっていうことってありませんか？私ある時あるんですよね。で、落ち着いてよーく考えてみると、自分は実はこう思ってたからここが嫌だったんだなっていうのが発見できたりすることがあるんですね。なので相手の気持ちは相手にまず聞いてみるっていうこと、それから自分の気持ちも落ち着いて一回しっかり見つめてみるっていうことですね。それがうまくいろんな人間関係をやっていくコツじゃないかなって思いましたね。旦那様と仲良しだったのに喧嘩が増えたことが辛いっていうことは、このご質問者様が旦那様と仲良くしたいっていうすごく切実な気持ちがあると思うんですね。その気持ちがあれば絶対にこれからもうまくやっていけると思うので、ぜひやってみてくださいね。はい、では次のご質問です。お母さんのご主人に質問ですやはりお料理家事の得意な方と結婚するのは何をさておき結婚の一番の条件でしょうか？はい、ご主人がいないのでご主人に聞くことはできないのですが、私がもし交際している相手にですね、結婚の第一条件として家事能力を望まれたら、その人とは結婚しないと思いますね。飼っていらっしゃる猫ちゃんについて教えてください。はい、今から19年前の5月なんですが、その当時住んでいたお家の近くのお蕎麦屋さんに家族でご飯を食べに行った時に、たくさん子猫ちゃんがいて、よかったらもらってくれないって言われて、もらう気はなかったんですが、見たらあまりの可愛さにもらってこうと思って、連れて帰ってきました。そのお蕎麦屋さんからいただいた猫ちゃんが今もうちで元気にしてくれています。お母さんは犬派ですか、猫派ですか？動物はみんな大好きです。犬も猫も大好き。唯一蛇だけが嫌いではないんですが怖いです最近更年期に入ったのか、いくら寝ても疲れが取れません。体型の変化や白髪の増加、メンタルの不調も実感しています。お母さんは更年期症状ってありますか？どうやって乗り切っていますか？私はちょうど更年期に差し掛かった頃に婦人科系の手術をしたんですね。で、その手術の順番待ちで3ヶ月ぐらい薬を飲んでいたことがあるんですね。その服用していた時にやけに顔に汗をかくなとか、ドキドキしたりとか、いわゆるこれが更年期症状なのかなっていうのがすごくあったんですね。ただその手術が終わったら、あとはもう何もなく知らないうちに過ぎてしまったっていう感じなんですね。でも私の周りにも更年期の症状がとってもひどくて、長い間苦しんでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、そういう方は本当に大変だと思います。ですので、このご質問者様も同じだと思うんですけれども、こういう時は自分を第一に考えて大事になさって、元気になるまでしっかりと自分に優しくしてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。いつも美味しいご飯と素敵なお家に憧れています。今50代なのですが、休みの日になるとお料理を作ったりお家をきれいにしたいのですが、なんだかやる気が起きない今日この頃です。お母さんもこういう時がありましたか？私も基本的にいつもやる気が起きません。ただ稀にものすごくやる気が出てる時があるんですね。で、その時にものすごく頑張っていろんなことをやっちゃいますね。で、普段はやる気がないですやっぱり仕事をしている時の方が忙しい分時間がないっていう感覚があって、あれもやらなきゃこれもやらなきゃって一生懸命頑張ってやってたところがあるんですけど、今は午前中にやらなくても午後でもいいかなとか、午
今日やらなくても明日でもいいかなみたいな感じに流れてしまって、それはちょっと反省しなきゃいけないと自分でもこの頃思ってますね。ですのでYouTube をご覧になってお母さんは偉い、いつもバッチリって思ってらっしゃる方がもしいらっしゃるとしたら、それは誤解なんですよということでよろしくお願いします。はい、では次は趣味に関するご質問ですね。はい、じゃあ1つ目のご質問です。はい、韓国の好きな俳優さんは誰ですか？数年前まではキム・ナムギルさんっていう俳優さんを推してました。今は特にこの人っていう感じの人はありません。推しは推せる時に推せってよく言いますけど、そんな感じですかね。お母さんの好きな韓流ドラマをお聞かせください。はい、ご参考にしていただくためにごく最近のものから、2つ選ばせていただきました。いつかの君にですね。主演はアン・ヒョソプさんっていう男性の俳優さんですね。このアン・ヒョソプさんっていうのは社内お見合いとかロマンドクターキムサブに出てらっしゃる方ですね。でもう一つは、割と最近出たばかりの魅惑の人、時代劇ですね。で主演はチョ・ジョンソクさんと、女優のシン・セギョンさんですね。チョ・ジョンソクさんっていうのは賢い私生活が有名かと思いますね。でシン・セギョンさんは韓国の時代劇にすごくいっぱい出てる有名な女優さんなので、見るとこの人を見たことあるっていう感じの女優さんだと思いますね。でこの2つをまずお勧めしたいと思います。韓流ドラマで一番泣けたと思ったドラマは何ですか？韓流ドラマのいいところって笑いあり涙ありなので、結構ラブコメでも泣かされちゃったっていうのも多いんですけれども、その中からすごく古いもの、ちょっと古いもの、割と最近のものっていうことで3つ選ばせていただきました。で古いものは、なんといっても一番泣けたのがチャングムの誓いですね。これは本当に泣かされましたね。でちょっと古いもので、イニョン王妃の男、チ・ヒョヌさんとかユ・インナさんが出てましたね。チ・ヒョヌさんは最近だと、紳士とお嬢さんっていうのに出てた俳優さんですね。でユ・インナさんはトッケビとか割と脇役で出ることが多い可愛らしい女優さんですね。で一番最近見た中で、泣けたなっていうのが海町チャチャチャですね。でシン・ミナさんっていう女優さんとキム・ソンホさんっていう俳優さんが出てますね。結構ラブコメ要素が強くて、笑いの要素がたっぷりある話なんですけれども、意外に最後は泣かされちゃったなっていういいドラマでしたね。この3つがおすすめになります。お母さんは K-POP は聴いたりしますか？もし聴いているなら誰の音楽ですか？ K-POP 以外でもあれば教えてください。正直に言うと K-POP は全くわからないです。知ってるのは BTS と TWICE ぐらいですかね。じゃあどんな音楽っていうと、私の好きな音楽を YouTube の再生リストにまとめてありますので、よかったら聴いてみてくださいね。チャンネルの方に私の再生リストとしてジャズをまとめたもの、J-POP まとめたもの、クラシック音楽がちょっとあるのかな。あとは中国ドラマの OST ですね。それをまとめたものと多分4種類ぐらいまとめてリストを作ってあるので、よろしかったらぜひ覗いてみてくださいね。はい、次のご質問は英語のご質問です頑張ります。はい。What music do you listen to while cooking or prepping? ということで、お料理の準備、下ごしらえをするときにどのような音楽を聴きますか？はい。じゃあこちらも私の下手くそな英語でお答えします。I like old jazz, classic music, and 1970s rock music. So I often listen to such music while cooking. Of course, I also listen to J-pop. I have put together a playlist of my favorite music on YouTube. So please check it out if you like. ということで、先ほどの答えとちょっとかぶっちゃうんですけれども、再生リストとして、YouTube チャンネルの方にまとめてあるので、そちらを
見ていただければっていう形ですね。基本はジャズとクラシックと古いロックミュージックっていうのが私のお気に入りですね。お母さんが若い頃好きだったアイドルは誰ですか？私と同年代かも。そうですね。アイドルにはあまり知識がなかったっていうか、目がいってなかったっていうか、そんな感じでしたね。ちなみに年代は、中3トリオわかるかな山口百恵さんとかですね。そういう方たちと同年代となりますお母さんの好きなタイプは？このタイプはっていうのはもしかして異性のことですかね私がもし若いお嬢さんだったとしたらっていうことで、お答えさせていただきたいと思います。私が好きなタイプの男性はっていうと、無口、本好き、背が高い人この3つですかね。もうずっと黙ってる同士でいても気兼ねがないような人がいいかなっていうのと、自分自身が本をたくさん読むのが好きなので、そういう面で趣味が合うかなっていうことで本が好きな人で、背が高い人っていうのは自分が背がすごくちっちゃいので、背が高い人がそばにいてくれるととても便利だなという実用面ですねでこの3つが好きなタイプの方っていうことになりますかね。お母さんはお家にいるときはどんな風に自分時間を過ごされていますか？読書や映画やドラマを見たりして過ごしてますね。あとはダラダラと家事をすると娘たちと LINE をするくらいですかね。はい、では次のご質問です。はい、英語でいただいたので英語で読ませていただきます。はい。Who are your favorite authors, fiction or non-fiction? And could you recommend books that they wrote? ということで、あなたの好きな作家、フィクション、ノンフィクションを問わずは誰ですか？またその作家が書いたおすすめの本を教えてください。はい。I currently have 360 ebooks written by 50 authors on my iPhone. I really like reading books, and there are many authors and their works that I really like. However, if I had to choose one book, it would be South of the Border, West of the Sun, written by Haruki Murakami. I reread this novel about once every 2 years, and I find it more interesting each time. ということで、現在私の iPhone には50人の著者が書いた約360冊の電子書籍が入っています。私は本を読むのが大好きで、好きな作家や作品がたくさんあるんですね。しかし、もし1冊だけ選ぶとしたら、村上春樹の書いた小説、国境の南、太陽の西ですね。私はこの小説を2年に1回くらいは読み返していますが、その度に面白いと感じています。ちなみにこんな感じですね。こうやって電子書籍が山のように中国の古典にもハマっていて、そういうのもいっぱい読んでますね。はい、では次にその他のご質問ですね。移りたいと思います。はい、では1つ目のご質問です。はい。動画は自分で作っているんですか？これは娘ですね。次女と私の2人で作っています。はい、次のご質問です。これがちなみに一番たくさんの方からいただいたご質問になります。お母さんが YouTube を始めたきっかけは？とにかく私は YouTube を見るのが好きで、こんなに好きなら自分で作ってみようかなって軽い気持ちで始めましたね。試しに1回自分の iPhone で撮影して、無料の動画編集ソフトで編集して、 BGM は YouTube 公式のものを使って自分で作ってみたことがあるんですね。で、やってみたら結構自分でもできたんですよ。で、その時に作った動画っていうのが飼い猫のクオメを撮影してやってみたんですが、やればできるもんなんだなと思って、娘に YouTube をこれから始めてみようと思うんだよねって言ったら、それも何気なく言ったんですけど、そしたらその次女がやったらいいんじゃない？それだったら編集や撮影は私がやってあげるよって言ってくれて、そこで始めたっていう形ですね。で、
内容っていうのは、その試しに作ったのは猫動画だったんですけど、内容はかねてから娘たちにレシピを残したいと思っていたので、家庭料理のレシピ動画を作ろうかなと思って、それの方向でやるっていうことにしました。で、実はですね、この YouTube を始める前、レシピをこういう形で残していたんですね。常にフルタイムで働いていたので、自分の家庭料理っていうのを娘たちに直接教えるってことがなかなかできなくて、そのうちに娘たちはさっさと嫁に行っちゃったんですね。でそれがとても心残りだったので、こうやってこれはサンマの梅干し煮とか書いてあったりして、こっちはお赤飯ですね、やり方とか分量ですね、ところどころイラスト入れて、こうやってチキンカレーですね、サフランライスどう作るとか、付け合わせにはカブの甘酢漬けですよとか、きゅうりのヨーグルト漬けのサラダですよとかって、こういうのも献立も一緒にいろいろ書いて作ってたんですね。でもこれって結構大変なんですよね。で読めばわかるとは思うんですけど、こういう風にするんだったらその分を YouTube で動画として作った方が後々残せるし、具体的でいいかなと思って、それもYouTube をしたいっていう大きな動機の一つになりましたね。お母さんは洋服はどちらで購入されていますか？ほぼすべてネットショッピングですね。いわゆるユニクロや GU、 あと LLB などが多いと思います。洋服もそうなんですけど、靴もナイキとかニューバランスとか、そういうところでネットショッピングで買うことが多いですね。お母さんが YouTube でこれから挑戦したいこと、新たなことがあれば教えてください。普段は手のかかるエスニック料理など気が向くと作っているので、そういう面白いなっていうような料理も作ってみたいと思いますね。それからあとはメンバーシップも今後やっていきたいなと思っています。お母さんがこれから挑戦したいことはありますか？アクリル絵画とか水彩画ですね。もともと絵を描くことがすごく好きなので、アクリル絵画の道具とかも娘たちが買ってくれて用意してあるんですけども、なかなか始められなくて、今年はぜひやってみたいなと思っています。おすすめの旅行先はありますか？今一番行ってみたい海外はどこですか？おすすめの旅行先、まず国内ですが、京都奈良ですね。定番なんですけれども、本当に飽きないです。何回も行ってるんですけど、何度行っても飽きないですで、海外ならタイとかが近くて文化がとても良くて食事も美味しいので、タイ料理が嫌いじゃない方であればとてもいいと思うのでおすすめしています。でその他の海外って考えると、時間とお金にもし余裕があるならば、クルーズ船に乗って長期の航海の旅行がしてみたいですね。あるいはカナダの端から端までを長距離大陸横断特急でザ・カナディアンっていうのがあるんですね。その、一番いい部屋でカナダの東海岸から西海岸、西海岸から東海岸でもいいんですけれども、それをちょっと旅行してみたいなと思いますね。チャンネル登録者数の最終目標を教えてください。はいこれは増えれば増えるほど嬉しいのが今の心境です。ただ始めた時の私の目標は60万人の登録者様ができたらいいなと思ってました。世界中の方に見ていただきたいなと今は思っています。お顔出しはもうされないんでしょうか？多分顔出しすることもあると思います。出してもいいですかはい、では最後なんですが、いただいたご要望がいくつかありましたので、そちらにお答えしていきたいと思います。お母さんの韓国旅行 Vlog が見たいです。韓国に行くご予定はありますか？とっても行きたいと思っています例の感染症関係が出る前は2回ほど行ってるんですね。でまたすぐ行きたいと思ってたんですけども、こういういろいろな世情があったので行ける状態ではなくなっちゃったので、ちょっとチャンスを逃しちゃったんですけれども、またチャンスを見てなるべく早いうちに行ってみたいと思っています。でもし行けた時にはですね、必ずバッチリ撮影して動画として上げていきたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。お店紹介や
お家でも簡単にできる韓国料理をもっと紹介してください。はい、韓国料理のレシピですね。了解しました。韓国料理を一から作るのはハードルが高いなって感じるような方にはおすすめがありまして、ミールキットを活用するっていうのもいい案だと思うんですね。ミールキットだと調味料とか野菜とか全ての材料が揃った状態で届くので、こういうのも入門としてはおすすめできると思います。食器やキッチンの道具、雑貨の紹介などが前にありましたが、すごく興味がありますのでまたお願いします。はい、キッチン道具の紹介ですね。近いうちにまた動画をすぐアップしようと思ってますのでよろしくお願いします。表参道駅付近でリーズナブルで美味しいお店の紹介をしてほしいです。では表参道の交差点のところから原宿駅に向かって、3カ所ほどといいなと思うお店をご紹介したいと思いますね。まず、交差点246のところですね。タイ料理のティーヌンっていうお店なんですけれども、こちらとってもタイ料理美味しいのでおすすめです。それからとんかつまいせんの青山本店さん。まいせんっていうとカツサンドとかが有名で、お名前はご存知の方も多いと思うんですけれども、本店があるんですね。そこもとってもおすすめです。でもうちょっと原宿寄りになりまして、これは動画でも出したことがあるんですけれども、原宿餃子さんですね。いずれも値段、味、雰囲気とってもいいんですね。ぜひ行ってみてくださいね。いつかお母さんの作った料理を食べたい、オフ会など予定されていますか？あったらぜひ行きたい。もしオフ会をやるとしたら、お料理教室的な感じで私が作るのもいいかもしれませんね。そういうのを私もやってみたいなと思っています。梅雨や夏に向けてお部屋時間を快適に過ごしたいのですが、何かおすすめはありますか？はい、お部屋の中に緑があると涼しげになるので、大きな枝物を飾ることが私は多いですね。夏場はお花だと傷みやすいんですが、この枝物だとなかなか傷まなくて長く楽しめるっていうのも理由の一つですね。であとは夏になるとガラスのオブジェを飾っています。イッタラのアテネの朝というものなんですけれども、カイ・フランクがデザインしたもので、この夏場の枝物を飾るっていうのとイッタラのアテネの朝を飾るところですね、動画に撮ってありますので、ぜひそちらもご参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということでたくさんいただいた質問の中からいくつかこういう形でお答えさせていただきました。ありがとうございました。最後にですね、コメントもたくさんいただいたんですね。でその中からいくつかご紹介させていただきたいと思います。でまずですね、いつも楽しく拝見しています。お母さんのそぼろあん、炊飯器で蒸し野菜、何回もリピしています。これからも簡単レシピ楽しみにしています。本当にこのようなコメントいただいて嬉しいです。ありがとうございます。これからもこのようにたくさん皆さんに作っていただけるようなレシピをご紹介していきたいと思っています。毎回楽しみに拝見させていただいています。母親から何も教わることがなかったので、お母さんの動画を見ながら教わっています。私にとってお母さんのような存在です。本当にこういうコメントって私涙が出ちゃうほど嬉しいんですね。自分の娘にレシピを残したいっていうきっかけがありましたっていうことを先ほどちょっとお話ししたんですけれども、それは単純に自分の娘だけじゃなくて、そこから広がってお料理が苦手だなとかよく分からなくて困っちゃうなっていう人のお役に立てるような動画を作れたらいいなっていうのもあるんですね。このように思っていただけたっていうことが本当に嬉しいです。ありがとうございます。いつもお母さんの動画が大好きで、これまでのレシピも私の中でたくさん保存版にしてあります。これからも無理なくお母さんのペースでゆるく楽しく末永く続けてほしいです。本当にありがとうございます。私もゆるく楽しく末永く続けていこうと思いますのでぜひよろしくお願いします。はい、次の、コメントのご紹介なんですが、英語の部分を読んでいただいて、日本語の部分を私が読ませていただきます。はい。Dear ゆりえさん、I'm from the Philippines and I really love your cooking and prepping videos.
because it's very helpful for me as a very busy working mother to prepare and cook meals for the entire week. The meal prep is very useful for me even if I cook Filipino food most of the time. Your channel also helps me learn how to cook Japanese home meals that my family enjoys. 頑張ってください。ありがとうございます。では日本語に訳したものを読ませていただきますね。親愛なるゆりえさん、私はフィリピン出身でゆりえさんの料理と下ごしらえのビデオが本当に大好きです。フィリピン料理を作ることが多い私にとって食事の下ごしらえはとても役に立ちます。あなたのチャンネルは家族が喜ぶ日本の家庭料理の作り方を学ぶのに役立っています。頑張ってください。こうやって海外の方からも応援のコメントいただけて本当に嬉しいと思います。ありがとうございます。はい、では次のコメントも読ませていただきます。たけのこご飯の動画を見て下処理ができました。初めてでしたが楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそこのようなコメントいただいてありがとうございます。私は一時茨城に住んでたことがあるんですけれども、その時毎年たけのこの時期になると、大げさじゃなくて50本や100本掘ってたんですね。で掘ったたけのこをどんどん処理していかなきゃいけなかったので、私のご紹介した動画のようにもう皮は全部剥いちゃう、たけのこはもう切ってしまう。でそして、米ぬかがあれば使えばいいし、なくても水でとにかく手早く茹でて、下ごしらえまでしてしまうっていう方法を何回も試した中でそういう風になっていったんですね。でそういう簡単だけど実質的に本当に役に立つたけのこの下処理っていうのを自信を持っておすすめした動画があちらの下処理動画だったので、今後もよろしかったらぜひ皆さんにもご覧いただきたいなと思っています。はい、最後はですね、これは編集担当に対してのコメントなので、編集担当の、娘の方に読んでもらいたいと思います。どうぞ。編集も長くなく声も聞こえやすくて分かりやすいので他の動画も見てしまっています。撮影編集の方にも微力ながらいいねをして応援しております。ありがとうございます。本当に裏方の私にまでこういう応援の言葉をかけていただいてとても嬉しく思います。私も微力ではありますが、お母さんのこのアイデアや料理のコツを皆様に少しでも分かりやすくお届けできるように今後も頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日は10万人記念のご質問いただいたものに対しての回答動画を作らせていただきました。たくさんのご要望もいただいたり、皆様の気持ちですね、知ることができて私もとても嬉しかったです。また今後も少しでも皆様のお役に立てるような動画を作っていきたいと頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。届きました。開けてみます。